後の絵につなげるためには少し顔を見せておかないと、勢いのある絵の前後に絵はあんまりいらないんですよ。ああ、そうだね、そうだね。一瞬パッと見せた方がああ、勢いが見れるんで。よろしくお願いします。毎度です。この前手伝ってもらって作ったアニメーションなんですけど、一応ちょっと直そうと思って、その大体一番大変だったのがこのフレームですね。一応前のアニメーションだと4番と似たように書いちゃったんだけど、今回は結構大胆にしましたが、ちょっとチェックしてもらえますか？まあキャラ合ってるんでこのままでも全然いいんじゃないですかね。強いて言うならばここの線を足しといた方がいいんじゃないかな。忘れました。浮いてますね。再生してもらって、はい、こんな感じです。一番気になってるところがちょっと大きすぎな動きなのかなと思って、まあ動かしたいなら別にいくらでも動かしちゃっていいんですけど、そうだね、やっぱり気になるのは2枚目の絵かな。直そうとしたんだけど、なんとなくそんなに変わってないですね。やっぱり頭が大きくインしてるじゃないですか、1枚目。それと伸びきった絵につながるような絵を描いとかないと動いてるように見えないから。じゃあ一応それをその上になんか別のレイヤーでちょっと改造お願いします。やってみましょうか。お願いします。じゃあオニオンスキンとやらで前後の絵を、そっか、やっぱ小さくなっちゃいましたね。本当は一番最初に描いた時ももっと小さかったんだ。思ったより顔が見えても大丈夫なんだ。日本語ゲーマーチャンネルで書いてあったコメントで4枚のアニメーションになってるんですけど、なんか8枚とかにできるか、それとも8枚にするんだったらスタイルを変える。いや特にスタイルは変える必要ないけど、最後の収まりの動きのところに中割りを入れてゆっくり見せるとか、そういうのができるじゃないですか。なるほど。じゃあ1と2の中よりも最後の3と4の間にふわっと収まる後詰めの中割りが必要になってくるんですけど、なんか3枚目は結構伸びてるように書いた、それでも中割り入れてもいいのか。勢いのある絵の前後に絵はあんまりいらないんですよ。そうだね、そうだね。一瞬パッと見せた方が勢いが見れる。そっかそっか。じゃあ入れるとしたら3と4の間か。コメントでよく書いてあるのが、日本のアニメのいいところが、アニメーションの枚数が少なくても、ちゃんと動いてるように見えること。そうですね。まあ日本の場合もともとね、鉄のアトムの時代から予算が少なくて、それでフルアニメーションできないんでリミテッドアニメーション、3コマ撮りで24枚1秒間使わずに8枚で済まされるような作画を追求してきて、まあその技術の積み重ねですよね。やっぱ限界があることでクリエイティブな解決ができますね。ほら絵を描く時にも何でも好きに描いてくださいっていうより、こういう条件の下でってテーマが決まってた方が描きやすいじゃないですか。そうですね。
まあ、動きは確認まだしてないですけど、大きさとしたらこれくらいですかねって感じなんですけど、なんか私思ったより顔を見せても大丈夫だったんだ、すごい角度つけてるから、ほぼつむじだけ見えると思ってたんだけど、後の絵につなげるためには少し顔を見せておかないと。なるほどなるほど。さてうまく動くかなってじゃあ再生します、そうね、やっぱこれの方がちゃんとカメラに寄ってる感じになりますね。それにちゃんとこっちのキャラクターにちゃんと似てますじゃあこの2枚のポイントはつながり。そうですね、大事でした。まだ3枚目少し気になってるんだけど、動いてるように見えるんですけど、髪型がなんか綺麗じゃないんで、これの何か改造できますか？そうですね、じゃあ1枚上に乗っけてやってみますか。なんかこういう髪型あんまり描いてないから、なんか下でどういう形にするか迷ってました。髪の生え際を想像しながら。これも変更してるところはだいたいなんか4枚目につながるように。そうですね。こことっても綺麗になってました。どうしたらうまくいけた？そうなの。こういう場合、元の絵より上に持っていけばそれらしく見えるんですけど、それじゃあこの場合面白くないから。やっぱヘアラインは大事だった。多分私が前髪を結構低い位置に持ってきた理由は、ハゲに見えることは心配だった。髪型ならこんなもんですかね。ありがとうございます。私がもともと描いたアニメーションのために上に向いてるように描いた方がいいと思ったんだけど、絵的になんか綺麗じゃなかったから、これの方がなんかバランスがとても良いです。今気づいたところで、この束とこの束の間にヘアラインのままで大丈夫だった。生え際。なんかこれを描くのが不安だったから、結局そのまま描けばいいんだ。じゃあ一応再生してみましょうか。前の髪を消しましょう。こういう消しゴムの描き方ができるのは便利ですね。そうですね。はい。おお。もう一度。いいね。まあ最後の収まりの髪型を左右に動かした方が本当はいいんでしょうけど、この場合はちょっと遊ばせてもらいました。これはこんな感じ。そうした方が自然には見えるんでしょうけど、まあこういう時ですから。そうね、これの方が楽しいかな。よし、じゃあ文字もう一回入れてみよう。とってもいいです。いいね。ありがとうございます。他にどこがまだ改造できそうですかね。まあ特にこれ以上やる必要もないかな、これに関しては。そうだ。まあキャラクターの見せ方としてちょっと膝までしか見せないから中途半端なんですよね。そうですね。だから全身を見せるか、もうちょっとウエストショットまで寄るかとか、そういう見せ方の方が。そうだね。なんかこれでも、再生試しとして。まあ素材としてね、大きいところまでカバーできるようなのは用意しとくのは全然後でね調節できるので構わないんですけど。そうね。また最初からやるんだったらなんか足がもっと見えるようにするか、最初からこういうバストアップショットいいですね。
じゃあ本当にありがとうございます。いえいえ、何回も同じアニメーション改造してもらってありがとうございました。いえいえ。じゃあ皆さんぜひアニメーションソフトがあれば、クリップスタジオでも普通に紙で楽しく4枚だけでもアニメーション作ってみましょう。ぜひ自分のアニメーション作ったら Twitter とかでドキドキドローイングでも見せてください。このシリーズのエピソードは3つあるので、ぜひ下の概要欄にリンクを見てください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。バイバイ。想像通りできました。